どうも、漁師正人です。さて今回なんですけど、おそらくね、サムネとタイトルになってると思いますけど、僕の大好物、イカの天ぷらを今ね、無償に食べたいという衝動に駆られてます。で、今ね、乗船しているこの底引き網の船でですね、そのイカを取って調理して食べたいと思います。ちなみにね、いつもの調理場はここですね。さあ、そしてターゲットのイカ。コウイカと呼ばれるね、種類のイカなんですけれども、そのイカはどうやって取るんやっていう話です。いつも私のチャンネル見てくださってる方はわかると思いますけれども、この底引き網漁の戦車漕ぎ網漁という漁で取りたいと思います。最終的に、イカが取れればですけれども、ここにイカが入ってきます。で、おそらく私のサバイバル動画が上がってると思いますけれども、その時もこの船で漁をしました。ただ、あの時はね、サバイバルの企画として、ほんの数分漕いだだけですんで、なんというんでしょう、ガチじゃないと言いますか、ほんの少量の魚を取っただけの量でしたね。はい、早速エンジンかけます。メイン入れて、キーをひねります。さあ、早速ですけどね、船出していきます。さあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、この漁、少しの間、1ヶ月ほどかな、休んでました。ですので、なんて言うんでしょう、程よい緊張感といいますか、そういったものを感じつつですね、今、船を出しているところです。最初にも言ったように、これからイカを取るわけなんですけれども、この島ですね、からですね、しばらく離れなきゃいけないんですね。ある程度の距離を持って、この漁を操業しなきゃいけないということで、これからイカを取ろうとする漁場まで、10分ぐらい、この船を走らせていくわけなんですけれども、エンジンをね、まだかけて数分なので、温まりきってない状態なので、短期運転をしながら、徐々にですね、この馬力を上げながらですね、漁場へ向かうような感じですね。で、一般的な漁師さんもですね、船のエンジン非常に高いものなので、本当に緊急事態じゃない限り、この短期運転は必ず行うようなね、作業だと思います。このように少しずつ馬力ハンドルを上げながらですね、エンジンを温めながら漁場に向かいたいと思います。さて、船を走らせて10分ほどの海域に来ました。私が住んでる大島という島から、東に 1.5 キロほど来たところでしょうか。さあ、それでは早速ですけれども、そのね、コウイカを狙って、これから漁をしたいと思います。まずこの網を放り込みましょう。で、正直言いますとね、今から狙うコウイカ、そんな珍しいものじゃございません。この鉄の枠とこの網を漕いで25分ぐらい経ってば、1匹か2匹平均したら取れるかなって思います。ただですね、動画の最初でも言ったように、1ヶ月ほど私この漁休んでたんで、この辺で何が取れるのか、結構ですね、その辺の勘がですね、鈍っているところです。漁師がね、魚を取るのは、そういった勘とかですね、経験です。それらを頼りにですね、魚を取るわけですから、その鈍り切った勘でですね、いつもなら取れるはずのコウイカが取れるのかといったところですね。久しぶりの漁なんで、怪我に気をつけながらね、それだけに一番注意を払いながらやりたいと思います。では、緊張するな。さて、それでは放り込んだんでね、鈍り切った勘を頼りにですね、漁をしたいと思います。果たして取れるんでしょうか。お楽しみください。さて、後ろに見えるのが大島なんですけれども、あれから、南東ですね、南東に向かって約2キロほど漕いできました。で、この漁のね、メインターゲットはシタビラメだったり、あとは本来はワタリガニだったりするんですけれども、コウイカはメインとして取るんじゃなくて、なんて言うんでしょう、おまけみたいな感じでね、実際は取る漁です。なので、いくら大当たりしようが、たくさん上がってくることはないと思うので、ちょっと期待を込めて、この1番、25分漕いだ漁で、3匹。これをね、ちょっと目標で、これから上げていきたいと思います。目標といってももうこれ、あと上げるだけなんで、もう海底の中ではコウイカが網の中に入っている状況ですね。目標3匹ということで、ちょっと期待なさってください。では上げていきます。0匹だったらもう一回やります。はい、上げます。
さあ、上がってきました。そしたら、クラッチ入れ替えて、フック引っ掛けて、この紐引っ張ると、ここが釣られますね。そしたら、釣り上げていきます。よし、そしたら、後ろに行って、鉄の枠を、ホールド。反対側も、ホールド。よし、オッケー。ゴミ回収して、この爪ね、歪んじゃってますね、一つだけ。まあ、こういうことは多々あります。まあ、海底にはね、どうしても避けきれないようなちっちゃい石もあると思うんでね、そういうのに引っかかると、こんな感じになりますね。こういう道具で、海に落ちないように気をつけながら、よっしゃ、これで OK。さあ、準備整ったんでね、早速網を上げていきたいんですけれども、余談です。皆さんお気づきでしょうか？この瀬戸内海、今日、本当のベタなぎです。ベタなぎ。まあ、なぎっていうのはね、風がなかったりね、波が立ってないことのことを指すんですけれども、波が一つもない、めちゃくちゃ穏やかです。今2月下旬で本当に寒い日がね、続いとったんですけれども、今日は超ラッキー日です。毎日ね、これだけ本当に穏やかやったら、漁師の仕事もだいぶ楽になるんですけれどもね。まあそういうわけにはいかずね、なかなか漁師の仕事、特に冬はね、厳しかったりもします。OK。さあ、それでは上げていきます。さあ、それでは勘の鈍った漁師でもコウイカ取れるのか、果たして開けていきます。さあ、もう一つ。コウイカ。今んとこ、コウイカの姿は見えません。で、この中にね、まだいるかもしれないので、探っていきます。厳しいかな。さあ、この漁のね、メインのターゲットのシタビラメです。これはたくさん多分取れてるはずです。めっちゃでかいですね。これが特大です。まあ、こういったですね、釣りをよくされる方はわかると思いますけれども、エソだったり、あとは結構マイナーな魚です。ガンゾウビラメっていう魚ですね。干して食べられることが多いですね。で、あとは、これがコチですね。白ゴチ。さあ、ビニール袋とかね、こういったゴミをかき分けつつ、捜索していきます。いやー、おらんな。で、これがね、ちっちゃいので逃がすんですけれども、シャコですね、シャコ。もっとね、大きいサイズになったら食用とされて流通されるんですけれどもね、これちっちゃいのでリリース。さあ、おお、危ない危ない。こいつにね、気をつけなきゃいけないんです。オニオコゼですね。オニオコゼ。こいつは生かしておきます。で、これが大きいシタビラメで、これがね、小さい赤ちゃんのシタビラメです。で、これは落ち葉でですね、これだ。これがですね、まあこのシタビラメは牛の舌とも言われたりもします。確か牛の舌の方がね、正式名称だったと思うんですけど、これがですね、シマウシの舌という魚がここにいました。シマウシの舌です、これが。まあ模様がしましまだからね、そのままシマウシの舌としてね、名付けられたんだと思います。確かね、これもっと大きかったらね、食べられるはずです。今回はちっちゃいので、こういった魚リリースしていきます。さて、まあ、シタビラメがね、取れるんはお金になるんで嬉しいんですけれども、今回のネタはですね、コウイカが取りたいんですよね。コウイカがね、今んとこ見当たらない。あ、これはですね、ナマコの種類です。フジナマコっていう種類ですね。これもあんまり食べられないのでリリースします。いや、ちょっと、コウイカが、これ最後のね、山なんですけれども、くそ、いない。あ、ここにもう一匹シタビラメがおった。で、ちっちゃい魚をここの穴から一気に逃がしていきます。さようなら。さあ、お送りした通りですね、コウイカは
0匹という結果に終わってしまいました。今日はですね、本当にイカの天ぷらが食いたいので、すかさず、つべこべ言わず、この2番目をね、もう一回やっていきたいんですけども、やっぱりですね、勘が鈍ってると言いましょうか。もしかしたらそうなのかもしれません。この周りにですね、船もあまりいませんね。本当にですね、ざっくりした説明なんですけれども、基本的にはね、同じ漁法をする船がいればいるほど、近くに多ければ多いほどね、そこの、漁場がいいということですから、ここにはね、もしかしたらいい魚、漁獲物はいなくなったのかもしれません。コイが取りたいんですけどね。さあ、取れないんだったらもう取れるまでやれ。勘が鈍っとんやったらまた、勘が冴えるまでやれ。とにかくやれっていうことで、早速2番目やっていきたいと思います。次は取る。さあ、それではね、2番目20分ほど漕ぎました。先ほどの場所からだいたい南東に3キロぐらいはね、漕いだと思います。早速上げていきます。さあ、そしたら上げていきます。さあ、さて狙いのコイかはというところなんですけれども、目標は、2匹、下方修正。よし。来い。さあ、もう一つ。お前がおるんかい。さあ、もういろいろドバーッと上がってきましたけど、まずね、もう目につくのは、こいつをね、もう紹介するしかないですね。ダンと、赤エイ。まあまあ大きい赤エイが上がってきました。これちょっと、一旦ですね、前の生けすに入れますね。よいしょ。よいしょ。いい型のチヌ、黒鯛が上がってきました。めっちゃいい型っすよ。このね、冬の時期ね、美味しいんですよね。夏とかはあんまり美味しくないですね。これを活かして。で、こういうね、チヌは浮き袋を浮かせてますので、肛門の少し後ろに針を刺すと、エアーがね、このように抜けます。よし、これで沈みました。まあ、ちょっと捕獲直後なんで、弱ってますけど、まあ、大丈夫でしょう。さあ、コイかはというところなんですけれども、これおるか？これダメじゃ。やっぱりまあ、こういった下ビラメはね、上がってくるんですけれども、それぐらいですね、コイカだったり、他にお金になるような魚はあんまりいない。さあ、そしたらちっちゃいのはリリース。よし、できる限りは尽くします。つべこべ言わず3番目やりたいと思います。北に向かって漕ぎたいと思います。では。さあ、3番網を上げました。そろそろ取らんとあかんやろ。姿を見せてくれということで、早速上げたいと思います。まずホールドして、いつも通りやな。さあ、それでは3番網開けていきたいと思います。目標は1匹。また下方修正しました。来い。見当たらんね。さあ、どうだ？さあ、またまた、こういった下ビラメがいるんですけれども、このフグですね。梨フグって言うんですけど、これね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。特に今冬ですしね。で、これがね、結構見えてるような気がします。ここに結構大きいのもいますしね。梨フグ。ここにカワハギもいましたね。中くらいのサイズかな。さあ。ほら、こうやってね、さっきまでね、全然いなかったんですけど、フグが結構いるんですよ。
ただですね、今回のターゲットは、ナシフグではなくて、コウイカなんですよね。コウイカ。コウイカどっか行ったんかな。ここにいましたね。ちなみにこれは、ミミイカっていうイカですね。ちょっとなんかタコのように見えたりもするんですけれども、これはミミイカです。お、ここにでっかいカワハギいましたね。いいカワハギ。はい、ナシフグこれぐらいやね。全部で1キロぐらいおったと思いますね。フグだけでだいたい1000円ぐらいで売れますね。OK。さて皆様、お分かりの通り大苦戦しております。これからですね、また4番目ですね、をやります。これらをね、ささっと片付けて、もう4番網上げたところまで飛ばします。では。さあ、4番目上がってきました。上げてみましょう。最初にも言ったようにね、そんな難易度高くないイカなんですよね。加減取れてくれっていう思いを込めて、漕ぎました。果たして。1ヶ月前の量やったらね、この1番に1匹2匹とね、取れよったんですけど、どこ行ったんやろな。さあ見ていきましょう。カワハギおりましたね。これでっかいっす。でけえ。で、安定の下ビラメですね。なんかね、この1番全体的に少ないようなそんな感じがしますね。ちっちゃいオニオコゼ。これはリリース。おらん。ダメっすね、これ。コウイカもおらんかったんですけれども、メインの下ビラメだったり、あとナシフグもね、全然いないっすね。っていうのも、ここね、ちょっと見てもらうとわかるんですけども、網の目合いがですね、ちょっと塞がってるのわかりますかね。で、これね、何で塞がってるのかと言いますと、はい、こういうね、海藻類ですね。これはワカメだったり、あとはその他いろいろなね、海藻が混ざってるんですけれども、これがね、網の目を塞いじゃうと、ちょっとですね、イメージしづらいかもしれないんですけれども、網の中を潮がですね、できるだけ通った方がいいんですよ。海底でこの鉄の枠を漕ぐわけですから、水がね、この中に入っていくようなイメージになりますよね。で、この水が入っていく量が多ければ多いほど、また、もしくは、この入っていく水の速度が速ければ速いほど、魚はね、基本的にもうざっくりとした説明なんですけれども、入っていくんですよ。で、さっき言ったように、この網の目合いがですね、潰れてると、さっき説明した魚の入り口のですね、水のはけが悪くなりますよね。なので、ここのね、目合いが潰れちゃうとね、どうしてもね、魚が入りづらいっていう現象なんですけれども、多分今回は、もうそれがね、もろに出ました。ちょっとね、わかりづらいかもしれないんですけれども、海藻がね、たくさん生えてます。1番目、2番目、3番目からね、結構気になってたんですけれども、この4番目はもろに食らって、もう何も取れないですね、これ。どうしようかな。はい、ということでね、今が午後の1時半ぐらいです。この量、遅くまでやっても3時とか4時までですし、そしてね、多分これ以上やってもね、可能性ゼロではないですけど、結構ね、イカが取れる可能性は少ないと思います。おそらくね、この海域にはもうこの海藻が、今日は、びっしりついてると思います。ちなみに取れた魚はね、こんな感じですね。ナシフグこれぐらいと、あと下ビラメだったり、チヌ、オコゼ、ハギがね、これぐらい取れたんですけれども、今日はこれでちょっとね、帰りたいと思います。コウイカの天丼が食べたかったんですけれども、それまた次回必ずやるんで、ちょっと腹減ってきたんで、とりあえず港に戻ります。はい、では。さて無事にね、丘まで戻りました。下船しまして、早速ですね、取れた魚をここでですね、調理したいと思います。うちの倉庫ですね。で、狙いの魚、イカですね。コウイカは取れなかったので、このいい感じに肥えたチヌと、あとは今回これにしようかな。カワハギですね。これも結構肥えてるんですよ。この2匹を使って調理をしたいと思います。で、何にしましょう。朝からですね、何も食ってなくて、お腹ペコペコなんで、そのね、素材の味を楽しめるために、刺身はね、ぜひとも作りたい。で、こいつね、1匹刺身やったら僕食べきれないので、刺身と、で、半身を煮付け。で、余ったね、カワハギ。こいつはね、煮付けにしたいと思います。ということで、鱗をちゃちゃっと取りまして、そして頭を落として、この包丁ね、ちっちゃいんですけど、さっき買ってきたばっかりなんで、まだ切れ味は抜群なはずなんでいけるはず。よし、いけた。
でパカッと頭を取ってで内臓を取り出します。今回は肝は使いません。頭割れるかな。よし、いけました。オッケーオッケー。半分にしたら汚いとこ取って、こっちが釜で、そしてこっちがね頭の部分ですね。これ煮付けにします。はい、そしたら残りの胴体の方は腹裂いて内臓を出して、卵が入ってたんでこれも煮付けにしましょうか。さあこのように綺麗になったら半分はね刺身として取りたいので、このようにガイドラインを引いて、もうあとはね中骨に沿って包丁を入れていくだけですね。で背骨までいったら反対に返して、今度は腹側を同じように中骨に沿って包丁を入れていきます。そしたらねここ最後あばら骨っていうんでしょうか、これが最後残ってるんで、ここを断ち切ったらこんな感じで剥がれます。そしたらね残った方はもうぶつ切りにして鍋に放り込みます。もうヒレもいらんので切っときます。そしたらあとはもうぶつ切り。よし、ぶつ切りにできました。 OK。 はい、そしたらね刺身にする用の半身のこの腹骨っていうんでしょうか、ここ取って、ここね透き取るんね、体型の魚めっちゃ難しいんですよねこれ。まあいっか、今日ね煮付けにするんでこれ煮付けに入れます。 OK。 こういうとこ絶対うまい煮付け。血合い骨取りまして、で多分チヌはね取りやすいと思うんですけれども、皮を取っていくと成功するかな。まあぼちぼちですね。このね赤いところがね残った方が体型は綺麗なんですけれども、ここ成功、ここちょっと失敗かな、取りすぎちゃいましたね。なんて言うんでしょう、攻めすぎず攻めなさすぎずといったぐらいで、これだったらまあ合格点じゃないでしょうか。切った時にねこの赤みが残るんでね、こっちの方が美味しそうに見えるんですよね。はい、そしたらね今日は朝起きてちゃんとホームセンターコメディでですね紙皿を買ってきたので、あとはもう適当に切って盛り付けるだけですね。結構ねうまそうな身に見えるんですけど、いかがでしょうか。まあおそらくね皆さんは多分見れないと思うんですけれども、表面にねうっすら脂が乗ってていいチヌだと思います。これはうまいぞ。おっとっとっと。そしたら腹側もまあ好みもありますけれどもね、やっぱり魚の腹側の刺身の方がうまそうですね。こちらの方がねもちろんお腹に近いので脂が乗ってるということですよね。カラス。さあそしたらこれ置いといて、次はカワハギ。カラス。僕はここに包丁を入れて、ここ剥いて、そして皮を剥いでいきます。割とねそこまで力入れんでもこのカワハギ皮剥けるんで、多分女性の力でもねこれ皮剥げると思います。肝先取っといたらよかったね。これちょっと置いときましょうか。はい、皮剥いたらねこんな感じになるんで、同じように腹裂いて内臓を取って、ちなみにねこのカワハギここにですね角があるじゃないですか。このヒレがおそらく退化じゃなくて進化でしょうね。進化しまして、1つ目の背びれの骨はこれで、これが2つ目ですね。ファンキーな2つ目ですけどね。で残りねこのように背びれがあります。で各ヒレはねいらないんで切っときます。でこのままですね煮付けにしようと思っとったんですけど、ちょっとね刺身が欲しくなってきましたね。ということでちょっとできるかわかんないんですけれども、5枚おろし的な感じでこっから身を剥がしていきたいと思います。成功するでしょうか。多分いけましたよ。はい、こんな感じでね、我ながら上出来。ハギの上側の身を上手にこのように切り離せました。これを刺身にしましょうか。ちょっと調子によって下側も取ってみましょう。取れるかな。多分いける。ハギはねさばきやすいですね。OK。簡単に取れました。でこれはもうぶつ切りにして鍋の中に入れます。エラもですねちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、しっかり取っておきます。あとハギの場合はね口も臭いみたいな。
あとね、メモ取っときます。なんかね、萩は結構臭みに気をつけながらですね、煮付けなりの調理をされた方がいいみたいですね。結構ね、臭みがある個体がいるみたいで、目ん玉も取っておきます。はい、そしたらね、萩にはね、薄皮があるんですよ。これ、手で剥げるんでしたっけ？いや、むずいな。包丁かな？ちょっとよくわかんないんですけど、包丁で薄皮を取ってみます。はい、ちょっとですね、だいぶな部分の身を取りつつですね、なんとか薄皮剥がれました。こっちはまあ成功かな。綺麗にこのように薄皮を取れました。こっちが身ですね。 OK。 まあ薄く切っておこうかな。萩とかフグの場合ね、薄い方が見栄えがいいような気がするんですけれども、見えますかね。できました。はい、刺身 OK。 めっちゃうまそうですね。ここには肝なんかも乗っけました。うまそう。そしたら調理台の横に製氷機があるんで、ここに置いておきます。さて調理場から離れまして、今度は煮付けを作っていきましょうということなんですけれども、普段から私のねチャンネルをご視聴なさってる皆さんは分かると思いますけれども、火がないですということで、火を起こします。はい、いつも通りです。さあこれからね薪を作るんですけれども、このね私が普段船に渡るために使ってるはしごというんでしょうか、架け橋というんでしょうか、それのですね足を引っ掛けるところ、ここ最後の部分がねさっきね外れちゃったんですよ。釘入っちゃってますけれども、これ薪に使いたいと思います。今日の薪、あと前回のね菜箸のこれを使って、もう前回やったやつのこれ残りでね最初つきそうな気がするんですけれども、よし、これで多分つく。一瞬一瞬めっちゃうまくなりましたね、この薪作るの。で羽釜にですねあらかじめこのようにチヌとカワハギ入れてるんで煮込みたいんですけれどもね、今回ねちょっと大根も一緒に入れたいと思いまして、皮むけるでしょうか。ピーラーが欲しい。はいと言ってる間に皮むけたんで、もう何でもいいですね。このように半月切りというんでしょうか、いちょう切りにしてこの中放り込んで、そしてちょこっと水入れて、そしてですね煮付けにする時酒、みりん、醤油とかだったりするんですけれども、うちはですねこの濃い口醤油1本、この醤油うまいんでどっかで探してください。ネットとかにあると思います。うまいですよ、カトレア。はい、そしたらかまどの方に戻ってきて、ちょっと火消えかけてますかね。でこのね煮付けの場合はね弱火でいいと思うんです。弱火でコトコトやりたいんで、火加減調整しながらやっていきたいと思います。よし、さあそしたらね火の管理しながらなんですけれども、早速腹ペコなんでいただきましょう。よし、いただきます。乾杯。うまい。そしたらわさびつけて、もう醤油はですねドバッといっちゃいますよ、豪快に。ちなみにねこれ刺身に対してもねこのカトレア抜群にうまいです。でまずはねチヌからいきますか。チヌいただきます。柔らかうまっ。もうね思ってた通り、この辺の漁場に関して言えば冬だったらタイよりですね黒鯛ですね、チヌの方がうまい。ちょっとねこの木の破片で傾き作って醤油ここに垂らして肝をねちょっと溶くようにして、この萩とね肝醤油でうめえ。ちょっと
巻き刀、この辺にね適当な木があるんで、思ったより強火じゃないといけない気がしますね。硬っ、この木、この木硬っ。何これ、却下。こっちになんかないかな、これだかな。よし、いって、針4切れにもういっちゃいますよ。肝乗っけて、この破壊力やばい。冬のチヌね、まあ本当に100点120点つけたいぐらいの味なんですよ。めっちゃうまくて、ただその後におまけとしてさばいて食べたこの萩の刺身が、そのチヌをですね、申し訳ないですけど漁がする勢いでですね、めちゃくちゃうまい。これがチヌですね多分。そしてこれが萩ですね。うわ、うまそう、萩。やばいぞこれ。チヌと萩ですね。うまいけど煮汁が欲しい。お玉あったかな、ダイレクトで。ちょっと薄いね、煮汁が。水入れすぎたね。さあこれでいただきます。煮汁見てもらったら分かると思うんですけどね、油が浮いてるんですよ。いやうまいね煮汁飲んだら魚の出汁、チヌの出汁がね、ほんのちょっとね、いい意味でね臭い出汁が出てるんですよ。そう、これがねチヌのうまさなんですよね。でこちらが萩ですね。これチヌやんけ。これかな、これが萩ですね。いただきます。今回は刺身、煮付けともに萩の勝ち萩うまい。食用とされる萩って、今日食べたカワハギと、あとは馬面ハギってあると思うんですよ。で関東の方、東日本の方が好むのがカワハギ、そしてね西日本でよく取れたり好まれるのが馬面ハギやったりするんです。で私ね瀬戸内海西日本なんで、結構ね馬面ハギを食べる文化があって、カワハギを舐めてたんですけど、このカワハギうまいな。うまいね、大根。ぶり大根とか世間一般的にありますけど、今回の場合はチヌハギ大根ですか。煮付けに合うね。あと人参とか何入れてもいいですよね。今回の量ちょっと期待外れだった部分もありますけれども、その辺はねちょっと本当に申し訳ないです。これもうまいこといかないのも量だと思ってください。いくら取りたい魚、イカがあろうともですね、思ったようにはいきません。相手は自然です。今日のように海藻がたくさんある海域ではようにね、網が詰まってですね、なかなか取れなかったりもします。こういうハプニングというかトラブルみたいなものは本当にね量だったら多々ありますということがですね、お伝えできた動画じゃないかろうかと思います。取りたい魚があっても本当になかなかね自然相手にはなかなかうまいことはいきません。ただですね漁師と、YouTuber 両方やらさせてもらってますけれども、僕にも意地がありますということで、必ず、次回の動画はコウイカを必ず撮るんで、ぜひですね、お楽しみなさってくださいということで終わっておきます。ではまた次の漁でお会いしましょう。バイバイ。